ところで先ほどから何度も話に出る鉄のものや銀のフクロウとは一体何者なんだろうか。すまない。きっと説明してくれているのだろうが、俺には妖精語は聞き取れなくて。銀のフクロウとは茨の国の各地で勝手に採掘行為をしているならず者集団のことだと言っている。銀のフクロウの団員は皆鉄の鎧を着ているから、我々は奴らを鉄の者と呼んでいると。奴らは凸国からやってきて、断りなく我々の森を切り開き、山を崩し資源を奪っていく。何なのだそいつらは。親父殿から聞いたことがある。かつて茨の谷を囲む雷鳴山脈では貴重な魔法石や鉱石がたくさん取れたと。山が丸裸になり、住処を失った魔獣が里に降りてきて悪さをすることも多い。奴らのせいで妖精に数えきれない被害が出ているんだ。なに？なんと無礼な！リリア様率いるこの衛兵たちは銀のフクロウをこの国から追い出そうと奮闘しているが、何せ奴らは数が多いから苦労している。許せん！そんな奴らは即刻追い出しましょう！一人で渋い顔したり怒ったり忙しいやつなんだぞ。っていうかよ、セベクは妖精たちが何を言ってるのかわかるのか？完璧ではないが大体は理解できる。彼らが使っているのは古い妖精語のようだ。あれ言葉なのか？俺様ずっと鳴き声だと思ってたんだぞ。妖精は種族によって言語も発声方法もまるで違うが、声に魔力を込めることで意思疎通ができる。現代では茨の谷でも共通語で話す者が多く、妖精語を使う者は限られているが、妖精語は誇り高く伝統ある言葉だからな。僕は昔祖父や母に習って覚えたのだ。俺も親父殿に習おうとしたことがあるが、俺の耳では言語として聞き取ることすらできなかった。僕の父も同じことを言っていた。そもそも人間の耳は他の動物に比べても可聴域が狭い。僕は妖精の血を引いているからな。貴様らが聞こえない繊細な音も聞こえるというわけだ。どうだ、すごいだろう。ならなんでおめえはそんな声ができんだぞ。右大将殿、物見の草より伝達が。この先に鉄のものはありだろ。もう鉄と油の匂いがプンプンしてやがる。右大将殿が出るまでもありません。私が追払いを。それもいいが、おい人間ども。はい。早速だがナイトレイブンカレッジの魔法師の実力とやらを見せてもらおうか。この先に鉄のものがうろついてる。お前たちだけで捕らえてみせろ。一匹も逃がすなよ。野営地への奇襲が台無しになるからな。なんだこいつら！魔法使いだ！助けてくれ！あいつら逃げ出したぞ。待て貴様ら！敵に背を向けるとは腰抜けどもめ！ち、一匹も逃がすなと言っただろうが。妖精だ！ならず者の妖精が出たぞ！ならず者はどっちだ？しゃあザコ。親父、いやバンルージュ殿、俺たちの力を及ばず手を煩わせてしまいました。申し訳ありません。蹴散らすところまでは良かったが爪が甘えな。右大将殿、奴らの荷車に食料や燃料が。元は俺たちのもの、返してもらおう。捕らえた鉄のものは風なき渓谷の先へ追放しろ。どうされました、右大将殿。ああ、変陸の野郎。俺たちばっかり働かせて自分は砦で高いびきか。いつも偉そうにふんぞり返りやがって。やってらんねえよな。鉄の者ども。俺たちにはまだ気づいていない。
闇夜に紛れて手早く追っ払うぞ。はっ。小せえ妖精がいっぱい出てきたんだぞ。この先に。そうか、わかった。心配するな。すぐに追い払ってやる。お前たちは隠れていろ。傷が癒えていく。この光は一体。ピクシーたちの祝福だ。奴らは普段人間と見れば近寄りもしないが、よっぽど銀の袋を早く追い払ってほしいのだろう。彼らの期待に添えるよう努力します。よし、先を急ぐぞ。見ろ、銀の袋の野営地だ。人間の匂いがする。ざっと30人ってところか。警備隊の中に夜明けの騎士の姿はなさそうだ。なら楽勝だな。楽勝？俺様たち15人もいねえんだぞ。バカ者！こちらには天下無双と名高い現役時代のリリア様がいらっしゃるのだぞ。敗北などありえん。セベク、声を落とせ。セベク、監督生、グリ、俺の話を聞いてほしい。もう分かっていると思うが、これは学園で行われる戦闘訓練や決闘とは違う。俺たちは今ダメージを受けてもその衝撃で眠りから覚醒することができない状態だ。夢の中とはいえ深手を負えばどうなるかわからない。監督生とグリムは絶対に俺のそばを離れるな。セベク、お前も。貴様に心配されるまでもない。貴様こそおじけづくなよ。くれぐれも無茶はするな。鉄の者どもめ、我が物顔で天幕など張り折って許しがたい。いいじゃねえか。あれだけ準備万端なら今日はすぐに寝床にありつけるぜ。奴らをぶちのめしてあの野営地を丸ごといただく。子供隠れ。ピシャー。寝ろ。天幕は休んじゃねえぞ。野宿したくないならな。だと我らは茨の国を守護する誇り高き王宮近衛兵なり。貴様らの狼藉許してはおけん。一人残らずこの森から立ち去るがいい。さて、最短で東の砦を目指すなら北東の風なき渓谷を目指すべきだが、劉備岳の麓や海沿いの集落周辺でも鉄の者の姿を見かけたという情報もあります。風なき渓谷を抜ける前に緑ヶ原全域を一度見回ってみるべきかもしれません。ったく、奴が追い払っても追い払っても湧いてきやがるな。我ら王宮近衛隊の名にかけて奴らを全て風なき渓谷の向こうへ、いやサンゴの海の向こうまで追い払ってやりましょう。そう力むな。風なき渓谷の西側はまだ妖精の領域。本番は紅ヶ原に入ってからなんだからな。はっ、気を引き締めてまいります。あ、リリア様だ。本当だ。茨の国で最強の大将様だ。うるせえよガキども。俺は仕事中だ。遊び相手を探してるなら他を当たるんだな。違うよ。僕たちもリリア様と一緒に茨の国を守りたいんだ。うん、家族や友達、それに野原城にいるマレノア様のことも。マレノア様を守るねえ。ふん、余計な心配だとは思うが、まあいい心がけだな。俺たちの留守中は任せたぜ。あ、リリア様、このお守りを持って行って。絶対に茨の国を守ってね。まったくめんどくせえガキどもだな。自分の言いたいことだけ言って満足かよ。とはいえいいものが手に入ったな。このお守りとやら上等な魔力が込められてる。
まだまだ先は長い。早速活用させてもらうとするか。古文、俺様腹が減ってきたんだぞ。静かに。何者かの気配を感じる。ほう、よく気づいたな。この匂い、間違いなく鉄のものだ。野原城の様子を偵察しに来たってところだろうが、情報を持ち帰らせるわけにはいかねえ。でも彼らを捕らえましょう。おやじ、バンルージュ殿、俺の顔に何かついていますか？ああ、目と鼻と口、それから丸い耳が2つ。適任だな。お前ちょっと行ってこい。行ってこいってリリアのやつシルバーを蹴飛ばしたんだぞ。バンルージュ殿、突然何を？なんだ今の物音。誰かしゃがみ込んでいるぞ。どうして人間が野原城の近くに？囚われていた場所から逃げ出してきたのかもしれない。おい君、大丈夫か？いや、俺は。その顔、どこかで見覚えがあるような。敵襲だ！厄介なものを拾ったとばかり思ってたが、掘り出し物だな。意外と使い道がある。よくやったシルバー。お前が敵の注意を引きつけてくれたおかげで簡単に仕事が片付いた。そうですか。浮かねえ顔だな。同族に肩入れしてるのか？それとも卑怯な真似は嫌いってか？いえ、俺は。お前の事情なんざどうでもいい。俺らに同行するってんならしっかり役に立ってもらうぜ。目の前にいるのは間違いなく親父殿だ。しかし俺の知ってるあの人とは。前方で煙が上がっているな。川沿いをしばらく進んだ先に町がある。住人たちが食事の準備をしているのだろう。なるほど、そう言われてみると香ばしい匂いが。申し訳ありません。他の者たちも腹を空かせる頃合いだ。町に立ち寄るのも手かもしれない。町に着いたが普段と様子が違う気がする。ああ、王宮のこの得体が来てくださったぞ。助かった。これで一安心だ。助かった。おい、何が起きている？助けに来てくれたんじゃないですか？どこからか現れた魔獣が食料を食い荒らしているのです。お願いです、追い払ってください。魔獣だと？風なき渓谷から追いやられたのかもしれん。鉄の者どもめ、我らの土地に次々と厄介事を持ち込んできよって断じて許せん。ひとまず魔獣を追い払わないとな。お前たち現場に案内しろ。ふう、全て追い払えたようだな。鉄の者のせいで余計な仕事が増えてしまった。この得体の皆様、ありがとうございます。お食事を用意しました。どうぞ召し上がってください。ちょうど食事を取ろうと思っていたところだ。遠慮なくいただくとしよう。おお、うまそうなサーモンもあるではないか。英気を養うにふさわしい。心ばかりですが、こちらの品もどうぞ。何かのお役に立つかと思います。確かに受け取った。ありがたく使わせてもらうぞ。大きな町だが人々に活気がある。ああ、物々しさのかけらもない平和そのものといった様子だが。当然さ。この町はドラコニアの庇護を受けているんだからね。その通り。たとえ鉄の者が来ても何も恐れることはない。この土地は特別なのだ。ドラコニアの庇護、なんと素晴らしい響きだ。この国の連中はドラコニアを何だと思ってるんだか。化け物みてえに強いだけで中身はそこらの妖精。俺らと何も変わらないってのに。バンルージュ殿。ま、
この土地が特別っていうのは嘘じゃない。ついてきな。これは湧き水ですか？おう、冷たくてうまいぜ。飲んでみろ。わかりました。この水まろやかで喉越しがすっきりしててめちゃめちゃうまいんだぞ。疲れが取れるだろう。さあ、休憩も済んだことだし先に進むぞ。水音が聞こえる。川で魚が跳ねているのだろうか。いや、あれは冷たい。洗濯するのも一苦労だな。ああ、できれば水浴びしたいけど、こうも冷たいと川に入る気にはなれないぜ。あいつらまた川の水を汚しているのか。許せん。今すぐに追い払ってやる。ああ、もう二度と川に近寄る気にならないようにちょっと脅かしてやるとしよう。このままじゃやられる。でも洗濯物が。そんなのどうでもいい。早く逃げろ。リリア様、奴らを捕らえなくてよかったのですか？ああ、川に近づくと危ないって噂を広めてもらう必要があるからな。これに懲りて少しはおとなしくなってくれるといいんだが。鉄の者たちに改心を期待するだけ無駄というもの。見つけたらまた懲らしめてやりましょう。お前はなかなか見どころのあるやつだな。お褒めいただき光栄です。はい、これからも精進いたします。ありがとうございました。この調子で腕を磨けば城の近衛兵に取り立ててもらえるかもしれないか。現役の方々に評価していただけるとは。彼らの期待を裏切るわけにはいかない。近衛兵となってドラコニアご一族にお仕えし、茨の国のため尽力する。理想の将来設計だ。セベク、危ない。僕はセメク、これは夢だ。油断すればより深い眠りに引きずり込まれるぞ。貴様に戒められるとは。この屈辱すぐに晴らしてみせる。よし、すべて倒したぞ。何か言いたげだな。今回は僕に落ち度がある。文句があるなら言ってみろ。いや、もしかしたら俺もこのまま夢の中にいたいと願う瞬間が来るかもしれない。その時はお前が俺を正してくれるか。わざわざ頼まれずとも僕は普段から貴様のふぬけた言動を諭している。ああ、そうだな。今後もその調子で頼む。ここは妖精族の集落のようだな。随分と荒れている。誰も住んでいないのか？いや、あそこに女性が立っているぞ。ひどい。畑がめちゃくちゃだわ。せっかくうちの人が耕したのに、あの人だけじゃなく思い出まで踏みにじるなんて。鉄の者たち絶対に許せない。もしかして泣いているのか？なんだい、見せ物じゃないよ。あんたらのその丸い耳、鉄の者の仲間かい？いや、俺たちは。俺の連れだ。連中と一緒にしてやるな。あなたは右大将殿、どうか鉄の者たちを懲らしめてください。あいつらのせいで畑も私の家族も。俺がこいつを振るうのは、俺を拾ってくれたマレフィシア様、そしてマレノア様のため。あんたの気を晴らすためには震えない。勝手に気持ちを託されても困る。だがあいつらが気に入らないってのは同感だ。あんたに言われるまでもなくぶっ潰してやるさ。ありがとうございます。ありがとうございます。せめてものお礼です。この木の実をどうぞ。このよどんだ気配は。奴らだな。何度倒しても証拠りもなく現れる。何度現れようと
俺たちの道を阻むなら切り捨てるまでだ。貴様に言われるまでもない。さっさと蹴散らすぞ。よし、すべて倒したな。しかしこいつらはなぜ僕たちの邪魔をするんだ？俺たちをより深い眠りに引きずり込もうとしているのだろう。貴様の言う通りだとすれば、闇を操っているのはもしや、いや、ここで議論していても意味はない。あいつらが現れたら倒す。今はただそれだけ分かっていれば十分だ。水音が聞こえてきましたね。確かこの辺りには川が流れていたはず。茨の国の地形に随分と詳しいみたいだな。はい。この国の歴史について学ぶに際し、地図もしっかり頭に入れました。お前みたいな奴が連中の仲間にいたら厄介だ。そう考えると我々に同行させた右大将殿の判断は正しかったのかもしれない。たとえ僕が鉄の者たちに保護されていたとしても、茨の国の土地を荒らす者どもには組みしません。絶対に。その言葉決してたがえるなよ。この辺りは鉄の者どもが幅を利かせてる。どこに潜んでいても不思議はねえ。気を引き締めろよ。鉄のものなんか俺様の敵じゃねえ。いくらでもかかって。はっおい、今のでかいくしゃみはお前か？俺じゃない。藪の向こうから聞こえてきたぞ。藪の向こうだって？賊が入り込んできたのかもしれない。探せ！行ったそばからヘマしやがって。そこの草の先っちょが俺様の鼻に当たったせいなんだぞ。ひとまず黙れ。仲間を呼ばれたら厄介だ。さっさとあいつらを捕まえろ。セベクと周辺を見てきましたが、他の鉄の者に気づかれた様子はありません。不幸中の幸いだったな。警戒が強まったらこの先に進みづらくなるというわけだ。お前らこの先は無駄口を控えろよ。重要な話でも大声は出すな。分かったんだぞ。こいつらを連れてきたのは失敗だったかもしれねえな。前方に魔獣の姿が見えます。その場にとどまっているようだが、一体何を？あいつらの縄張りかもな。どの道俺らの通り道だ。どいてもらうとしよう。逃げていった。俺たちが立ち去ったら戻ってくるだろうか。あそこに見えるのは鎧に動物を模した仮面。茨の国の使節団のものだ。だいぶ傷だらけだな。鎧の持ち主がもうこの世にいねえのは間違いないだろう。そばに何か落ちているようですが。ああ、これは使えそうだ。こいつの無念ごと拾って持っていくとするか。夜の祝福あれ。まだつかないのか？さすがの俺様も疲れてきたんだぞ。おい子分、俺様おんぶしろ。いい心がきなんだぞ。親分の言うことが聞けないっていうのか？うるさいぞ魔獣め。そこの人間もしっかり面倒を見ておけ。お前も十分騒がしいぞ。もっと声量を落としたらどうだ。それはお前もだろバウル。全員まとめておとなしくしろ。シルバーは極端に口数が少ないってのに。どんな親が育てたらこんな物静かに育つんだか。俺は明るく賑やかな父に育てられました。厳しくも優しい自慢の父です。へえ、親が騒がしくても子が静かに育つ場合もあるのか。そいつはちょっと意外な話だ。この採掘場と火事場を抑えれば奴らを弱体化できるはずだ。全員配置につけ。はい。鉄の者たちが火事場を取り囲んでいる。魔石器の製造阻止を目論んでいるのか。そいつは困るな。じゃあ俺らも奴らの思惑を阻止するとするか。お前ら存分に暴れてこい。採掘場と火事場を壊すんじゃねえぞ。
今回は敵の数が多かったですね。それだけこの場所が重要視されていたということでしょうか。以前から連中はこの一帯で取れる上質なミスティウムに目をつけていたようだからな。俺らを弱体化させるって話も嘘じゃねえだろうが、この鉱山自体が目的だったに違いない。まったく強欲な奴らめ。これに懲りて少しはおとなしくなればいいんだが。あんたらが来てくれて助かったぜ。俺らは魔石器を作るのは得意だが使うのは専門外だからな。奴らを追い払ってくれた礼にこいつを持ってってくれ。今朝仕上げたばかりの自信作だ。おお、なんと素晴らしい魔石器だろう。見た目も美しい。こいつは確かに役に立ちそうだ。ありがたく使わせてもらうぜ。くせ者。鳥か。鉄の者が現れたのではないかと過剰に反応してしまった。この程度も瞬時に判断できないとは。実戦経験の少なさを嫌でも痛感させられる。交代の時間だ。バウル様。では後の見張りはお任せします。待て。はい。何でしょうか。空腹だと寝つけないだろ。これでも食っておけ。これはサーモンの燻製。ありがとうございます。サーモンは好物なんです。特に母が作ってくれるカルパッチョが絶品で。すみません、余計な話を。カルパッチョなる料理が何だかわからんが、私もサーモンは好きだ。蒸し焼きにしたものが特に。そうでしたか。それはなんとも奇遇ですね。まっすぐ北東に向かえば風なき渓谷までは半日ってところだが、やっぱりな。早速邪魔が入ってきやがった。昨日はよくも我らの野営地で好き勝手してくれたな。手ぶらで逃げ帰るわけにはいかない。そうなれば遍陸橋に何をされるか。いいじゃねえか。たっぷりお仕置きをしてもらえよ。なめた口を覚悟しろマンルージュ。命だけは助けてくれ。昨晩見逃してやったというのに再び戦いを仕掛けてきたのは貴様らだろう。待ってください。彼らはもう降伏している。これ以上は。あなた様は我々を助けに来てくださったんですね。人違いか。バカ、あの方がこんなところにいるはずがないだろう。だが確かに似ている。何をごちゃごちゃと。さっさと風なき渓谷の向こうへ帰るがいい。彼らは誰と俺を間違えていたんだ。風なき渓谷が見えてきた。確か渓谷から東は鉄の者の領土でしたね。違う。決して奴らの領土ではない。この大陸は全て我々妖精のものである。奴らが勝手に住み着き勝手に縄張りにしているだけだ。よく覚えておけ。失礼いたしました。声を落とせ。奴らの鉄火のだがさ。レイヤ様って可愛いよな。むさ苦しい砦に咲く一輪の花。ほんとあの遍陸橋の妹っていうのは信じられないぜ。俺たちにも優しく声をかけてくれるし。でもよ、噂じゃ夜明けの騎士と恋仲らしいぜ。よりにもよってあいつかよ。勝ち目ねえ。ほう。最強と名高い夜明けの騎士に恋人がいるとは知らなかったな。あくまで噂だぞ。でもまあ悔しいけど男から見てもかっこいいしな、あいつ。髪の毛もサラサラで羨ましい。レイヤ様が惚れちゃうのもわからなくはない。へえ、いつも兜に隠れてる夜明けの騎士の面、俺も一度拝んでみたいもんだな。確かにあいつあんまり兜取らないもんな。妖精。楽しいおしゃべりはここまでだ。者どもかかれ。
逃げ足の速い。風なき渓谷周辺にたむろしている銀のフクロウどもに合流されると厄介ですね。ああ、早いところ奴らを追うぞ。すげえ風なんだぞ。俺様吹き飛ばされちまいそうだ。狭い岩の間を雷鳴山脈から吹き下ろす強い風が通り抜けてんだ。歩くのも一苦労だな。この風がある限り、投石や矢での攻撃はまず見当違いの方へ飛んでいっちまう。魔法はその限りじゃないかな。要塞にとってこの渓谷は自然の要塞だ。あ、なんか風の音に混じって変な音が。渓谷の先から何か巨大なものが来る。なんだあれは。岩のゴーレムか。いや違う。この鉄と油の匂いは。総員構えろ。来るぞ。くたばれ鉄の化け物め。はあ、そこ掘削機大破。なんて奴らだよ。生身で鉄の掘削機を破壊してくるなんて。掘削機なしに勝てるわけがない。退却退却。なんなのだあの鉄のゴーレムは。この装甲車、ショベルカーのような装備がついている。鉄の者たちはこれを装甲掘削機と呼んでいたな。ということはおそらく土木作業用の機械だろう。そういや、麓の町の工事現場で似たようなのを見たことある気がするんだぞ。土を掘り返すためのからくりということか。面用な。奴らいつの間にこんなものを。ほんの20年前は木の隙で土を掘ってたってのに、こんなので山を掘られたんじゃあっという間に雷鳴山脈が丸裸にされちまう。ひとまずマレノア様に報告しておこう。伝令、ひとっ飛び行ってきてくれ。全身ひでえ鉄と油の匂いだ。水浴びしねえとやってられないな。渓谷を抜けたら小さな湖がある。今日はそこで野営としよう。食ったリリアのやつ、湖で捕まえたカエルを食おうとしてたからびっくりしたんだぞ。慌てて魚を捕まえてきて事なきを得たが。お前たち知らねえのか。あのカエルには毒がないんだぜ。いえ、毒とかそういう問題では。おや、バンルージュ殿、少し質問をいいでしょうか。あ、なんだ。鉄の者や近衛兵がたびたび口にするヘンリクや夜明けの騎士とは何者なんですか。奴らトス国ではさほど名を知られていないのか。ヘンリクは銀のフクロウの狩猟をやってる人間の男だ。強欲で下品で樽みたいにでかい。奴はいつも東の砦でふんぞり返っててめったに出てこないが、昔一度だけ要求書を持って野原城に訪れたことがあった。マレノア様は一切取り合わなかったんだがな。茨の国を害する行為を繰り返しているくせに要求書だと。なんとずうずうしい。で、夜明けの騎士ってのは銀のフクロウの警備隊隊長だ。銀のフクロウは魔法石や金属を求めて危険な場所にも潜り込む。例えば俺たちみたいな賊がはびこる風なき渓谷の西側や雷鳴山脈の魔獣の巣とかな。だから荒ごと専門の腕利き警備兵を雇ってるってわけだ。その中でも夜明けの騎士ってやつはべらぼうに強い。あなたが強いと言い切ると。この大陸の東端
来光岬にある砦を守ってる。そこからついた二つ名が夜明けの騎士。奴は剣の達人で、あいつに乗された仲間は数知れず。怖いもの知らずの夜の眷属も白く輝く鎧と金の髪を見れば耳を伏せて逃げ出す始末だ。ヘンリクが野原城を訪れた時に一緒にいたから姿は見かけたが、鉄面をかぶってたから面は拝んでねえな。噂じゃとんでもない美形らしいぜ。昼の眷属に美しさを贈られたとか。へえ、金の髪で美しい顔か。ビルみてえな感じかもしれねえな。ふん、美しさなど騎士に必要なのは強さのみ。そして強さに関してこの国で右大将リリア様の右に出る者がいるはずがない。当然だと言いたいところだが、俺も奴とやり合ったことはないからな。奴は普段東の砦を守ってて、めったに渓谷の西には現れない。一度お相手願いたいと思っているんだが。つまり東の砦に行けば夜明けの騎士と一戦交えることになる可能性もあると。そういうことだ。最初にマレノア様の書状を持って砦に向かったレバーンも奴と鉢合ったんじゃねえかって噂されてる。レバーンってやつもリリアの話に出てくるよな。そいつ何者なんだぞ。龍眼公レバーン。この国の外交任務の要だった男の名前だ。レバーンはマレノア様の目であり手足であり夫でもあった。行方知れずになったという使節団を率いていたのはまさか。そう、レバーンだった。奴は貴族だったし特使としてこれ以上ない男だったからな。すぐに戻ると嫁と卵を残して野原城を飛び立ったっきり。本当にどこをほっつき歩いてるんだか。あいつがいない間誰が姫と卵の面倒を見なきゃいけなくなると思ってんだ。今回の遠征であいつの行方の手がかりをつかんで姫に持ち帰ってやりたいところなんだがな。なんで急に泣き出したんだおめえ。これが涙せずにいられるか。残された卵様と姫様とリリア様のお気持ちを考えたらあんまりです。あんまりすぎます。こんな時代だ。よくあることだろ。そのうちひょっこり帰ってくるかもしれねえし。だからそれまで俺は命に変えても姫と卵を守らなきゃならねえ。約束したからな、あいつと。親父殿。おい、だからその親父ってのをやめろ。俺はまだ300歳になったばかりだぞ。あ、申し訳ありません。つい長話が過ぎた。お前たちを見てると昔を思い出していけねえな。俺はもう寝る。お前らもさっさと寝ろ。おやすみなさい。そろそろ泣き止めセベ君。悲しいのはわかるが目が腫れて明日に響くぞ。これは悲しみの涙ではない、怒りだ。人間さえ銀のフクロウさえいなければ若様のお父上は僕たちの知っている若様にご両親はいない。今ここではご存命であるマレノア様もだ。それは何故若様はご両親を失わねばならなかったのだ。答えろシルバー。俺に当たるな。僕はもう傍観しているだけなど耐えられない。若様のためにもリリア様と共に命を賭してマレノア様をお守りしなくては。セベ君、何度も言うがこれは夢だ。ここで何かを成してもそれは幻で現実は変わらない。ならば現実に戻らなければよいのではないか。おめえ何言ってんだ。俺様たち夢から覚めるためにここに来たんだぞ。現実に戻らなければこれから夢の中でお生まれになる若様はお母上と共に暮らせる。夢の中なら
お前もリリア様と共に生きていけるのだ。これ以上があるか。それはいやしかし黒いぐじゅぐじゅしたやつが湧き出てきたんだぞ。闇セベクの患者を嗅ぎつけてより深い眠りに落とそうと現れたか。セベク武器を取れ。闇に取り込まれるな。このまま夢の中にいれば若様は。セベクあいつ闇に取り込まれちまった。今ならまだ引き戻せる。監督生グリム力を貸してくれ。ったく世話がかかるやつなんだぞ。次から次へと湧いてくる。このままでは。シルバー、おめえの服の中なんか光ってるんだぞ。この光は親父殿にもらった指輪。闇のやつらその光にビビってるみてえだ。指輪の光に触れている部分から力がみなぎってくる。何なんだこの指輪は。なんだっていい、早くあいつらを追っ払うんだぞ。ああ光を闇を追い払え。あいつらに捕まってたセベクが出てきたんだぞ。セベク無事か。僕夢の中にずっといたいってだだこねて闇にぐるぐる巻きにされてたんだぞ。そうか。僕はセベク、確かにお前の言う通り、このまま夢の中にいれば辛い思いをせずに済むだろう。でもそれでも俺たちはこの夢から脱出しなくてはいけないんだ。眠らされている学友たちの未来はどうなる。お前の帰りを待つ家族はどうなる。そして何よりたった一人孤独に夢の世界を紡ぎ続けるマレウス様はどうなる。だがリリア様はこの眠りから覚めれば。そうだとしても親父殿なら絶対に今のマレウス様を諌めるだろう。それはきっとそうだろうな。進化の役目はただ王を肯定し従うことだけではない。時には諌めることも大切だ。お前も同じことを親父殿に教わったはず。違うか。お前の言う通りだシルバー。僕はずっと迷っていた。若様に逆らってしまったことを、怒りと悲しみを込めて僕を睨んだ若様の瞳が目に焼き付いて離れない。まだ迷いはある。若様の幸せを考えればこのままでいる方が良いのかもしれないと。だが僕の夢は、願いは若様にとって誰より良き進化となること。この夢はここでは叶えられない。僕が命を懸けてお仕えしたいのも尊敬しているのも現実の若様ただお一人。ご両親がいらっしゃらない孤独に耐えリリア様と共に歩み、ガーゴイルがお好きで廃墟がお好きで評価がお好きで茨の谷の次期当主でありながら民草と共に制服に身を包みナイトレイブンカレッジに通っていらっしゃる現実の若様、ただお一人なのだ。だからもう夢にふけることはしない。必ず現実の若様のもとへ馳せ参じてみせる。僕はもう二度と迷わないぞ。分かったかシルバー。お前らしいな、その言葉。たがえるなよ。ふん、お前に言われずとも。やれやれ、セベクのやつ
ようやく大声出す元気が出てきたみてえだな。情けないところを見せたな。魔獣、いやグリム、それから監督生も迷惑をかけてすまなかった。そんな、おめえが謝るなんて空から槍でも降ってきそうなんだぞ。では僕はもう休む。お前たちも早く寝ろ。おやすみ。夜中にでけえ声出すんじゃねえんだぞ。おやすみ。あいつなりの照れ隠しと感謝だろう。誤解されやすいが本当は情に熱い男だ。これからも仲良くしてやってほしい。それはあいつの態度次第なんだぞ。いっぱい歩いていっぱい戦ってもうクタクタだ。俺様も寝る。おやすみなんだぞ。ああ、おやすみ。俺もセベクの言葉に一瞬だけ心が揺らいでしまった。このまま夢の中にいれば親父殿もマレウス様もと。大丈夫だ、分かっている。もし俺が夢にすがり闇に飲み込まれそうになったら監督生、どうか俺を止めてほしい。ありがとう。晴れた日の夜は冷える。暖かくして寝るといい。おやすみ。そろそろ出発するぞ。支度を急げ。うわ！おはようございます。貴様、目が腫れているぞ。虫にでも刺されたか？いえ、お気になさらず、ただのむくみですので。そうか。ならばいい。病の者を連れて行くわけにはいかんからな。さて、いよいよ銀のフクロウどもの縄張りに踏み込むぞ。紅ヶ原を川沿いに東へ。それが砦への最短経路ですが、平地で隠すものも少ないですし、銀のフクロウとの遭遇率が高くなりそうですね。ここから少し北に行ったところにミスティウムを鍛える火事場があります。ここで一度我々の魔石器を手入れしておくのも良いかと。行方不明者を探すなら劉備岳をぐるりと見回っていくルートもありだな。この音は紅ヶ原に行方不明者捜索に向かった茨の国の奴らと銀のフクロウが鉢合わせたみたいだな。この辺りは連中の縄張り。仕方ない。手を貸してやるとするか。族どもめ、我らの領地から出ていか！随分と苦戦しているみたいじゃねえか。右大将殿、この窮地に姿を現してくださるとはレノワ様のドラコニア一族のご加護に違いない。なんだ、族どもが急に勢いづいた。奴らの大将か。敵の士気が上がると厄介だ。まずはあいつを捕らえろ！この俺を狙うとはな。ちまちまやり合うのも面倒だ。全員まとめてかかってこい。こいつの動きすばしっこくて目で追えない。これ以上やり合うのは危険だ。総員撤退！おうおう、逃げ足だけは立派だな。右大将殿、お手を煩わせて申し訳ありません。町に戻る途中で敵に見つかってしまい。気にすんな。たまたま通りがかっただけだ。負傷者を連れてるんだろ。さっさと行け。かたじけない。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。前方に煙が見えますね。焚き火でしょうか。どうやら鉄の者たちが野営の準備をしているようだな。寝床だけでなく飯の準備までしてくれているとは丁重なもてなし。ありがたいこったぜ。右大将殿、飯にありつけるのか。
仕方ない。俺様も本気を出してやるんだぞ。いい心がけだ。さあお前ら、もう一仕事と行こうじゃねえか。しゃー。バウル様、お食事の用意ができました。貴様らの作った料理はこのまん。私に構うな。一度食ったら二度も三度も同じだろバウル。こんな状況で贅沢言ってんじゃねえ。贅沢など、右大将殿がいろいろと無頓着すぎるのです。たく育ちがいいやつってのはこれだから。教授で腹が膨れるかよ。マレノア様にも食事に関していろいろ言われるんだよな。あの時もせっかく俺が用意した飯にケチつけてきて。それはもしやバンルージュ殿が料理を振る舞われたのですか？はあ？俺が料理なんかするわけはねえだろ。なんだその驚きようは。そのままでも食えるもんに手間暇かけても意味ねえだろうが。だがマレノア様と来たら、干した肉は硬いだのしょっぱいだの文句ばかり言いやがる。結局あの時はレバーンのやつが鍋やらなんやらを召喚してスープを仕上げてくれたんだっけな。やっぱりお前だけが頼りだよなんて当てつけみたいにレバンを褒めちぎって、ああいうとこで差をつけられたのかもな。食料を持参してたのは俺だってのに。マレノア様が干し肉を口にされた？それは一体どういう状況で？おてんば姫の気まぐれに巻き込まれて森で迷子になった挙句に野宿する羽目になったことがある。マレノア様とレバーンと俺がまだ飛行術もおぼつかなかったガキの頃だ。霧が立ち込めたアンヤの森は辺り一面真っ白で、帰ろうにもどっちが城かもわからなかった。あの時のレバーンの情けない面ときたら忘れたくても忘れられねえ。マレノア様はピンピンしてた。物珍しさもあってかむしろ楽しんでる様子でな。こっちは歩き回ってクタクタなのに眠れないからって明け方までおしゃべりに付き合わされて、これからもずっと俺はあのお姫様に振り回されて生きていくしかねえんだろうな。その後はどうやって城に戻られたのですか？日が昇ってすぐに当時の近衛兵長が迎えに来た。言い出しっぺはマレノア様だったのに、なぜか俺が大目玉を食らって、あの方に付き合ってるとろくなことがねえ。やれやれだ。この匂いは。近くで銀のフクロウと俺たちとは別の妖精が派手にやり合ったようだな。森の方から誰か来ます。お前は3ヶ月前に旅立った調査団の団長ではないか。よくぞ戻った。他の者はどうした？まだ近くにいるのか？そうか。これは他の団員が使っていた魔石器と傷を癒す魔法薬か。ありがたくいただこう。野原城まで送ってやれなくて悪いが、風なき渓谷は目の前だ。気をつけて帰れ。あ、夜の祝福あれ。監督生、大丈夫か？だいぶ疲れた顔をしている。俺様もヘトヘトなんだぞ。鍛え方が足りん。だが他の者にも疲れが見える。バンルージュ殿に休息を進言しよう。危ない！貴様ら近隣を荒らしているという妖精だな。砦に行かせはしないぞ。違う、俺たちは。話の通じる相手ではなさそうだ。眠ってもらおう。たわいもない。お前たち怪我はないか？大丈夫なんだぞ。へえ、あのでかい方の人間いい動きをするようになってきたじゃねえか。なあバウル。我が国最強たる右大将殿が目の前で手本を見せてくださっているのです。成長は当然かと。でもあの戦い方、俺というよりお前を手本にしているように見えるがな。知ってるんだぜ。後ろをちょろちょろついて回るセベクを
お前が気にかけてやってることは。何をおっしゃいます。あれは他の近衛兵の邪魔にならないよう見張っているだけで、私が人間を気にかけるなどありえません。はいはい、そういうことにしておいてやるよ。おっと、お前ら前を見てみろ。あの荷馬車と鉄のゴーレムは銀のフクロウの一団。随分とノロノロ歩いてやがるな。たっぷり土産を運んでるに違いない。まだ俺たちには気づいてないようだ。好機だ、行くぞ。見ろ、尻尾を巻いて逃げていくぞ。さーて、お宝拝見といくか。魔法石と食い物、それからミスティウムでできた鎧だ。茨の国の門が入ってる。許せん、鉄の者どもめ。あそこに黒い奴らがいるんだぞ。俺たちで対処する。監督さん、俺の後ろに行けるか。セベク。当然だ。ここで足止めを食っている暇はない。早急に対処する。俺様の敵じゃないんだぞ。この程度で得意げになるな。早くリリア様たちの元に戻るぞ。ああ、彼らとはぐれるわけにはいかない。監督さん、グリム、急ごう。敵の砦が見えてきた。この辺りで腹ごしらえしておくか。わかりました。では準備をいたします。あそこの木の枝にうまそうな果物が見えるんだぞ。数も多いし、ちょうど食べ頃のようだ。しかし随分と高い位置に実っているな。どうやって収穫するべきか。魔法で取るにしても途中で落としたりしたら敵に蹴取られかねない。鉄の者たちに見つかったら厄介だ。おとなしく諦めろ、グリム。やだやだやだ。たまにはジューシーな果物も食べたいんだぞ。騒ぐなガキども。学校で魔法を習ってるってのに、その程度のコントロールもできねえとはな。情けない話だ。そうはおっしゃいますが、周辺には枝葉も多く、物音を立てずに持ってくるなんてとても。しょうがねえ。俺が手本を見せてやる。危険です。ここは連中の拠点のすぐ近く。いくらリリア様でも。心配するな。俺が狙いを外したのはたったの一度きりだけだからな。おお、果物が俺様のところまで運ばれてきたんだぞ。ノートを立てることなく一瞬で。お見事です、リリア様。これほどの実力をお持ちでも狙いを外すことがあるとは。一体何がお目当てだったのですか。さて、何だったかな。リリアが取ってくれた果物、甘くてうまいんだぞ。急がねえとグリムに全部食われちまうぞ。ほらよ、お前の分だ。はい、ありがとうございます。巡回完了。今のところ異常はありません。ご苦労。引き続き警備を続けろ。決して賊どもの侵入を許さないように。はっ。目に見えて警戒が強まってきたな。鉄の者がうちゃうちゃ嫌がる。もうとっくに敵の懐に入り込んでるんだ。気を抜くなよ。はい。その面構え口だけってわけじゃなさそうだな。よし、行くぞ。目的地まであと少しだ。紅ヶ原も半分を過ぎましたね。近くに川がある。ここらで少し休んで腹ごしらえしていくとするか。水辺だというのに水の妖精一匹いません。調査団の報告によると、この近くに鉄の者たちが作った製鉄所があるらしい。川が汚されて住めなくなったんだろうよ。ほら、新規成果をしてねえでとっとと飯の用意をしろ。はい。ここまで来てレバーンの手がかりは一つもなしか。考えるのはよそう。
今は書状を届けて野原城に戻ることが第一だ。妖精だ！妖精が出たぞ！捕まえろ！奴らいつの間に我らの背後に陣取ったのだ！バウル様、前方にも金のフクロウの影が。挟み撃ちか。二手に分かれて格好撃破だ。はっ、監督生とグリムをそこの岩の影へ。はあ！全部片付けたか。はい、今のが最後の一機だったよです。お前もう立ってるのがやっとじゃねえか。ここらが潮時だ。悪いことは言わねえ。もう自分たちの国へ帰れ。お前らならこの先にある人間の港町に助けを求めれば保護してもらえるだろう。いいえ、絶対に帰りません。これは俺たちの問題だ。関係ないお前らがこれ以上付き合う義理はねえ。関係あります。だって俺はあなたの。俺のとにかく皆さんの力になりたいので。会ったばっかりの妖精相手に本当に変な人間だな。そこまで言うならもう止めない。好きにしろ。はい、好きにします。あそこに見えるのは港町か。あれは人間どもが築いた町だ。なんと忌々しい。おや、そこの道行く旦那様方、珍しい香辛料や香油はいかがです？バラの王国からの輸入品でさ、お土産にきっと喜ばれますよ。人間の物売りか？化け物だ！誰かお助け！化け物だと？どうした？何の騒ぎだ？貴様らは茨の国の。奴らがわしの売り物を奪おうとしてきたんです。その男は嘘を言っている。僕たちは何も奪おうとなどしていない。信じられるか。お前たちがどれだけ我々の採掘したものを横から奪ってきたと思っている。その盗っとたけだけしい物言い、もう許さん。そこへ直れ。店の売り物を全て差し上げますから、どうか見逃してください。そんなものより我らを侮辱したことを謝罪してもらおうか。侮辱の慰謝料としてもらっときゃいいじゃねえか。しかしこんなところで油を売ってる暇はねえ。それになんだか嫌な予感がする。こんな砦の近くで大騒ぎしたのに夜明けの騎士が顔を見せやがらねえ。確かに。さっさと書状を届けて野原城に戻るぞ。お心の広い右大将殿に感謝し猛省するがいい。人間かつてはここでミスティウムが採掘されていた。閉山されてからもう何年も経っている。さすがにこの辺りには鉄の者の姿はありませんね。ああ、とはいえ油断するなよ。鉱山の跡地に化け物が救ってる可能性もある。鉱山、化け物。入学したばかりの頃を思い出すんだぞ。あの時は古文とエースとデュースのやつと、鼻がムズムズする。悪いが口を塞がせてもらった。大声を出したら危険かもしれない。よし、落ち着いたようだな。手を離すぞ。息が止まるかと思ったんだぞ。すまない。とっさのことで加減を誤ったようだ。おめえ、見た目よりもだいぶパワーがあるよな。これを使え。貴様はハンカチもすぐに出せないのか。おい大声は出さずに済んだんだぞ。ほい、ハンカチ。よだれがついたままよこすな。
綺麗に洗って丁寧にシワを伸ばした上で畳んで返すのが常識だろ。細かいやつなんだぞ。洗って返すも何もこれって夢だろ。目が覚めたら意味ないじゃねえか。気持ちの問題だ。おい監督生、このハンカチは貴様が持っておけ。閉山してしばらく経つっていうのに、ちょっとしたことで粉塵が舞うもんだな。めぼしいものも見当たらねえし、ここに長居する理由もない。移動するぞ。前方に砦が見えてきました。手前の道をしっかり封鎖してやがる。連中に開けてもらうとするか。おいお前、見張りに立っているやつに書状を持ってきたって声をかけてこい。は、わかりま。待て、お前じゃない。俺はシルバーに頼んだんだよ。敵手至急応援頼む。シルバーを生かして穏便に話をつけるはずが、あいつ勘違いして先走りやがって。こうなっちまったからには仕方ねえ。応援が来る前に片付けるぞ。俺たちは長官の命令で見張りに立っていただけだ。そうだ、頼む、見逃してくれ。お前らの言い分など知るか。目障りだ。とっとと失せろ。かえって余計な仕事を増やしちまった。連中の仲間が来る前に砦に急ぐぞ。はい。この先に廃村がある。残ってる小屋で休むとするか。雨風ぐらいはしのげるだろうよ。廃村？まさか鉄の者に滅ぼされたのですか？ちげえよ。早とちりすんな。主に近くの鉱山で働いてた奴らが住んでたんだが、ミスティウムをあらかた掘り尽くしちまって閉山。住人どもが出て行ったってだけの話だ。なるほど、そうでしたか。この足跡は鉄のものに間違いない。村の跡地に向かって伸びている。相変わらず数だけは多そうだ。連中も同じ発想か。先を越されたのは尺だが、野営の準備を済ませてもらったと思うとするか。さて、今日はこれが最後の仕事だ。行くぞお前ら。どこもかしこもボロボロだが、この家は割といい状態だ。今晩の宿は決まりだな。奥の部屋に置いてあるのは糸車。鉱山の採掘とは別に家でも働いていたのだろうか。下手にいろいろ触るなよ。元は妖精族の家。何かしらの魔法がかかっていても不思議じゃねえ。しかし随分と埃っぽいな。少しだけ片付けるか。床に人形が落ちている。動物が鎧を着ているのか。なかなか凛々しい顔をしている。壁の柱を見よ。年齢ごとに背丈が記してある。子供のいる家庭だったようだ。子供がいるとこんなにとっちらかるのかよ。バンルージュとのは綺麗好きなのですか？いいや、第一、俺は散らかすほど物を持ってない。だが稀の浅間の卵が帰ったら、なんだかんだで俺が子守を押し付けられるに決まってる。そいつが散らかした後は俺が片付けをさせられるわけだろ。考えただけでも気が重いぜ。そもそも俺は子供が嫌いなんだよ。うるせえし勝手だしすぐ泣くし、何より弱い。ちょっとしたことでへばっちまうような生き物の面倒を見るなんざ寒気がするね。何かしらのきっかけがあればお考えが変わるかもしれません。例えば家族が増えるとか。家族だ？この先も所帯を持つつもりはねえよ。これまでもこれからも俺は。なんだかどっと疲れたな。俺はもう寝る。では私が見張りに立ちましょう。お前たちも無駄話はそこそこで切り上げるように。セベク、お前の心遣い感謝する。貴様に礼を言われる筋合いはない。僕はただ事実を述べただけだ。
ついにたどり着いたぞ。ここが銀のフクロウの本拠地か。キョロキョロするな。私たちは茨の国からの要求書を届けに来た使節団。臆せず堂々としていればいい。妙です。砦の外にあれだけいた鉄の者が一人もいない。まさか。何？砦の扉が一人でに。この足音、総員構えろ。